こんにちは、みすずです。今回は1日1ページ手帳5冊の違いを見ていきます。ご紹介するのは、ほぼ日手帳カズン、自分手帳デイズ、日々の手帳、高橋手帳トリンコ1、マークスのエディット手帳です。このうち日々の手帳だけは1日2ページです。私自身も来年はどの手帳を使おうか迷っているので、選ぶ時に気になった違いをまとめてみました。手元にある2025年版と2026年版を使用していきます。年度によって使用や収録内容が変更される場合もあります。ご了承ください。1日1ページ手帳が気になっているけれど、どれを選べばよいか迷っている方の参考になれば嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。サイズと外観を見ていきます。表紙やカラーは年度によって変わります。ほぼ日手帳には A6 サイズのオリジナルと英語サイズのカズンがあります。私が使っているのは英語サイズのカズンです。かける面積が広く存在感のあるサイズ。本体のみでも使えますが、別売りカバーの種類が豊富で好みに合わせて選べるのも魅力。カバーを買いながら使えることもほぼ日手帳の楽しさの一つです。しおり紐は本体にはついていません。別売りカバーに2本のしおりがついています。私は本体に無印良品のしおりシールを貼って使っています。カバーをはめると一回り大きくなり、持ち歩きには若干不便かなと思います。自分手帳デイズには英語スリムと B6 スリムがあります。今回使用しているのは英語スリムです。カバーを外した英語サイズのほぼ日手帳カズンと重ねると、縦の長さは近いものの横幅が細いことがわかります。厚みも少しだけ自分手帳の方が薄いです。しおり紐は2本つきます。日々の手帳は A6 サイズ。面積だけを見るとコンパクトですが、1日2ページあるため厚みはしっかりとあります。本棚に置くと辞書のような見た目です。カバーをつけたほぼ日手帳と比べてもしっかりとした厚みです。しおり紐は2本つきます。高橋手帳のトリンコ1は B6 変形サイズ。大きすぎず小さすぎず、初めてデイリー手帳を使う方にも扱いやすいサイズです。しおり紐は2本つきます。エディット手帳には英語 B6 変形 B7 の3サイズがあります。今回使用しているのは B6 変形サイズのリフィルです。リフィルのみでも使えますが、対応する別売りカバーもあり、カバーによって外観や厚み、ペンホルダーの有無が変わります。こちらも表紙の種類が豊富な手帳なので、公式サイトでぜひ確認してみてください。しおり紐は2本つきます。表紙の種類を楽しみたい方には、ほぼ日手帳やエディット手帳が選びやすいと思います。持ち運びやすさを重視するなら A6 サイズの日々のやエディットのこちらは B6 ですが、これより小さい B7 サイズも候補になります。次は年間ページやマンスリーページを見ていきます。ほぼ日手帳カズンには見開き3年分のカレンダーと年間インデックス、月間カレンダーが収録されています。年間インデックスは1年を見渡しながら記録できるページです。習慣のチェックや一言日記、体重や体調の記録など使い方を自由に決められます。マンスリーページの左側と下には余白があり、月ごとの予定や記録を書き足しやすい構成です。自分手帳デイズには見開き3年分のカレンダーと年間スケジュール、今年の目標やイベント、今年やりたい100のリスト、フリーリスト、マンスリーページがあります。マンスリーページには毎日の習慣をチェックできるハビットトラッカーがついています。さらに笑顔、普通の顔、困った顔の3つの顔マークがあり、その日の気分や体調をチェックで簡単に残せます。予定だけでなく習慣や日々の調子も月単位で振り返りやすいページです。日々のには見開き2年分の年間カレンダーとフューチャーログがあり、数ヶ月先の予定やまだ日付が決まっていないことを書いておくのにも使えます。マンスリーページは左側と下にメモスペースがあります。トリンコ1には3年分の年間カレンダーと年間インデックス、マンスリーイベントのページがあります。その月の大きな予定や行事、締め切りなどをまとめて書けます。マンスリーページの左側には5つのチェックボックスがあり、その月のトゥードゥを書き込めます。カレンダーの下には罫線のメモスペースも用意されています。エディット手帳は見開き3年分のカレンダー、年間インデックス、そして年間のプランページがあります。イヤービジョンは大きな余白なので、文章だけでなく写真やイラスト、シールなども貼れます。年間の予定をかけるイヤープランニングリストや月ごとのイベントをかけるマンスリーイベントリストもあります。マンスリーページには左側にウィークリートゥードゥを書く欄があります。毎月のページにはその月のテーマや予定、支出、記録などをかけるマンスリープランがあります。毎日の記録だけでなく、月単位で目標や計画を立てたい方に使いやすい構成です。
次はデイリーページです。ほぼ日手帳カズンは時間軸が朝4時から翌朝4時まで書くことができます。あとは比較的自由に使えるので、予定や行動記録だけでなく日記やメモも書きやすいです。用紙には薄くて軽いトモエリバー S のホワイトが使われています。ページをめくる感触も柔らかです。方眼は 3.7mm、月ごとに色分けされており、どの色も柔らかい印象です。日付の近くには月の満ち欠けや旧暦、ページの下には日々の言葉も掲載されています。自分手帳デイズのデイリーページです。時間軸は中央にあり、0時から24時まで、日の出と日の入りが色分けされていて季節を感じる仕様になっています。横軸に日付が入っているため、今月のどのあたりなのかも把握しやすくなっています。時間軸が中央にあるので、左に予定、右に実際の行動など、右と左を分けて記録できます。天気マークは7種類あり、月の満ち欠け6曜も掲載されています。ページの下には3つの顔マークがあり、その日の気分や簡単な振り返りにも使えます。用紙には国用の新ペーパーが使われています。薄くても比較的しっかりしていますが、方眼の印字はやや濃く感じます。3.4mm 方眼です。文章をたっぷり書くよりも時間管理や行動記録に向いているページです。日々の手帳のデイリーページです。こちらは1日2ページ手帳です。左ページには朝4時から翌朝4時までの時間軸があります。右ページはほぼ全面を自由に使える方眼ページです。左に予定、右に日記を書くなど左右を分けて使えるのが日々野の特徴です。日々野にもトモエリバー S が使われていますが、こちらはクリーム色の用紙です。ほぼ日手帳はホワイトなので、同じトモエリバー S でもページ全体の色味や文字を書いた時の印象はかなり異なります。また小さな A6 サイズですが、開くと英語なので、1日分の記入スペースはほぼ日手帳カズンと同じになります。天気マークは5種類用意されています。2.5mm 方眼でかなり細かいので、私は方眼を無視して書いていますが、小さな文字でたくさん書きたい方や細かく区切って使いたい方にも向いているかと思います。日々の手帳は厚みがあるので、最初や最後は段差が大きすぎて書きにくさがあります。私はこのように厚みを均一にして書いています。トリンコ1のデイリーページです。時間軸は左側に朝4時から翌朝4時まで、下には罫線のメモスペースがあります。ページ上部には天気や気温を書ける欄があります。薄いブルーの 5mm 方眼が主張しすぎず、使い方を自分で決めやすい構成になっています。実際に書いてみると紙には程よい厚みがあり、ペン先も引っかかりにくく書きやすく感じました。ただ、万年筆は物によっては裏抜けするかもしれません。エディット手帳のデイリーページです。時間軸は左側にあり、朝3時から翌朝3時まで、下にはチェックボックスがついています。上には天気と気温が書けます。ページ構成は先ほどのトリンコ1と似ています。エディットの方が印字がはっきりしていて、かっちりとした印象を私は受けました。用紙にはエディット専用のネオアジェンダ4エディットが使われています。薄い紙なので1年分のデイリーページがあっても手帳全体が厚くなりすぎないように作られています。ページの下には著名人の誕生日や命日、国際デー、世界の出来事などが英語で掲載されています。海外の祝日も記載されており、国際的な情報が多いのが特徴です。曜日やページ内の表記もほとんどが英語なんです。日本の暦を重視する方には少し使いにくいかもしれませんが、海外の予定や英語表記が好きな方に楽しめる手帳だと思います。エディットだけは方眼ではなく 5mm 幅のドット横罫線です。横書きの文章を続けやすく、日記や振り返りを書きやすいと感じました。ですが、ページを区切ったり、途中に図や表を入れたりする使い方は方眼の手帳より少し工夫が必要かもしれません。方眼の細かさでは日々のが最も細かく、トリンコ1が最も広めです。エディットだけは方眼ではなく、ドット横罫線になります。時間軸は書ける時間帯だけでなく、時刻の表示方法にも違いがあります。ほぼ日手帳カズンは、6、9、12、15、18、21、0、3、その間は点で表示されています。自由度は高い一方で、時間を細かく確認しながら書く場合は、少し位置を判断しにくく感じることがあります。トリンコ1は6時から24時まで数字が入り、その前後は点で表示されています。12時と18時が色分けされています。また数字の間に点が入っているので、30分刻みの予定も書くことができます。
エディットは6時から21時まで数字が入り、それ以外の時間は点で表示されています。自分手帳デイズと日々の手帳はどちらもすべての時間に数字が入り、等間隔に並んでいます。時間の位置を迷わず確認しやすいのはこの2冊です。ただし日々のは本体サイズが小さいので1時間ごとの間隔は狭めです。自分手帳デイズは時間ごとの幅を取りやすく、予定や行動を書き込みやすいと感じました。次はそれぞれの手帳に収録されている特徴的なページを見ていきます。ほぼ日手帳カズンにはデイリーページとは別に週間バーチカルページがあります。24時間の時間軸があり、1週間を見渡しながら予定や行動を管理できます。私はこのページを支払い方法別の家計簿として使っています。詳しい書き方は以前の動画でご紹介していますので、気になる方は概要欄からご覧ください。他にもタイムテーブル、グラフペーパー、フェイバリット、マイ100、収穫リスト、読み物ページ、ギフトページなどがあります。シリアルナンバーも入っています。自分手帳デイズには今年の目標、今年のイベント、今年やりたい100のリスト、フリーリスト、今年の振り返りなどがあります。記録する内容をある程度決めて使いたい方には便利なページが揃っています。日々のにはフューチャーログとメモページがあります。付属ページは多くありませんが、毎日の2ページを自由に使えるため、全体としては十分な記入量かと思います。トリンコ1にはウィッシュリストが100項目、ブックリストとムービーリスト、ワールドタイムチャート、ID パスワードリストなどがあります。付属ページが多すぎないので、デイリーページを中心に使いたい方には分かりやすい構成です。エディットには先ほどご紹介した年間ページや月間ページの他に横罫線のメモページ、海外の祝日一覧、ワールドタイムチャート、鉄道路線図などがあります。手持ちのペンとスタンプを使った裏抜けを確認します。まずはほぼ日手帳カズンです。これは2025年に書いたものです。2026年のほぼ日手帳のメモページは全て使ってしまったので、昨年のページでご紹介します。書いた面はこのようになっています。薄い紙なので裏側から少し透けては見えますが、気にならない程度かなと思います。グリーンカラードットは抜けます。私はほぼ日には緑の回転印ダイヤルとフリクションスタンプを毎日使っていますが、どちらもほとんど気にならない程度です。次は自分手帳デイズです。こちらも2025年に試し書きしたものです。紙が薄いため裏側から文字が見えますが、ほぼ気にならないかなと思います。蛍光ペンやグリーンカラードットは抜けていますが、マイルドライナーは大丈夫かなと思います。日々の手帳です。こちらは昨年の12月に書いたページです。ほぼ日手帳と同じ用紙なので、同じように透け感はあります。スペースの都合で緑の浸透印が押せなかったのですが、こちらもほぼ日手帳と同じでうっすら抜けるかなと思います。マイルドライナーのインクだまりやグリーンカラードットは若干抜けています。次はトリンコ1です。こちらもユニボールワンやサラサグリップ、マイルドライナーなど今回試した範囲では裏抜けしていません。フリクションスタンプは使いましたが、緑の浸透印はインクがじわっとにじみ、裏側までしっかり抜けています。ドットペンもにじみやすいため、インク量の多い筆記具には注意が必要かもしれません。最後はエディット手帳です。薄い紙なのでこちらも裏から透けては見えますが、抜けているのはクリーンカラードットやセリアのカラードットマーカー、無印のラインマーカーも使いづらいかもしれません。フリクションスタンプも少し抜けているので、スタンプ類は使いにくいかもしれません。裏抜けや透け方は筆圧やインクの量によっても変わります。それぞれの手帳がどんな方に向くのかをまとめます。ほぼ日手帳カズンは毎日の予定、日記、記録、週間予定まで一冊にまとめたい方に向いています。イラストを描いたり写真やシールを貼ったり自由に使いたい方にも合います。自分手帳デイズは予定と実際の行動を分けて記録したい方におすすめです。時間の使い方を振り返りたい方や生活ログを細かく残したい方に向いています。日々のは左右のページが使えるので、日記や記録をたっぷり書きたい方、予定と振り返りを左右のページで分けたい方に向いています。私も左側を予定、右を振り返りに使っています。トリンコ1はシンプルなので初めて1日1ページ手帳を使う方に選びやすい手帳かと思います。
比較的どこでも手に入りやすいので、大きな書店や文房具店など実物を確認して購入したい方にも向いています。エディットは計画管理に使いたい方におすすめです。毎日の予定だけでなく、年間目標や月間計画、支出などもまとめて管理できます。また、この半分の B7 サイズもあるため、持ち歩きやすい1日1ページ手帳を探している方の選択肢にもなるかと思います。ペンホルダーですが、自分手帳デイズとトリンコにはついています。日々の手帳にはペンホルダーがありません。ほぼ日手帳は別売りの手帳カバーにペンホルダーがついています。エディットは別売りカバーにはペンホルダー付きのものもあります。本体にはついていません。どの手帳が一番良いかは書く量や管理したい内容によって変わります。まずは毎日の手帳に何を書きたいのか、持ち歩くのか、自宅で使うのか、この2つを考えると選びやすくなると思います。来年の手帳候補。私自身も来年どの手帳を使おうかまだ考えている途中です。2026年はほぼ日手帳カズンと日々のを使っているので、来年はこれまでとは違う手帳も試してみたいと思っています。今のところ候補にしているのはエディットです。年間や月間の計画ページが充実しているし、表紙を選ぶ楽しさもあります。仕事や日々の作業をまとめる手帳として使ってみたいと考えています。ただ、ほぼ日手帳カズンのデイリーページと週間バーチカルページは他にはない仕様なので、引き続き家計簿として使いたい気持ちもあります。そのため、来年はエディットとほぼ日手帳カズンの2冊にするか、もう少し考えてから決める予定です。今回は1日1ページ手帳5冊の違いをご紹介しました。同じ1日1ページタイプでも時間軸や書ける量、方眼なのか罫線なのか、付属ページの違いなどがありました。手帳を毎日どのように使いたいかを考えながら自分に合う1冊を選んでみてください。また私のブログ記事でも今回ご紹介した5冊の違いをまとめています。動画概要欄にリンクを掲載していますので、手帳選びの参考にしていただいたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。